つけてるとなんかセンス良さそうっていうような香り。センス良さそう。こなれこなれ大人がつけるカカオです。皆さんのカカオ感が変わると思う、すごい透明感のあるローズ、綾瀬はるかさん、どう？はい、こんにちは、シトレイです。今日はですね、この秋かな、金沢フェイトンさんをご紹介させてもらったと思うんですけども、それが阪急梅田本店3階にですね、新しいお店ができたということで来てみました。ご紹介してもらうのは前回に引き続き峰松さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。色が変わっている。色が緑になっている。なるほど、緑のフィールド。はい。図らずもお揃いになってますけど。はい。ありがとうございます。じゃあこのお店って、できたばっかりっていつ頃できたんでしたっけ？8月の27日にオープンしております。またこの室内がまたこだわりがあるんじゃないですか？重機とかもすごくないですか？重機も素材からオリジナルで、また素材から、はい、今回茅をベースにした素材なんですけれども、その茅がここにもある。この茅とすごくない？これ茅職人さんに作ってもらって、この密度とかすごいですよね。そして今回じゃあどこから行きます？今回はまた前回ご紹介していないブランドであったりとか、国内でもこのお店にしかないブランドもあるので、お店にしかないやつ。じゃあまずはこちらのエラケイという。エラケイ知ってる？僕は分からない、初めて聞きました。色もなんかすごくいろいろありますね。カラフルなんですけれども、いろんなブランドで活躍している女性の調香師が自分自身でスタートしたブランドでして、なるほど。日本人？フランス人です。フランスの、はい、ソニア・コンスタンという女性の調香師でも、ニッチフレグランスであったりとか、トム・ホータの数あるメゾンのフレグランスに携わっている、全てに旅で訪れた場所からのインスピレーションで香りを作っていて、実は日本の香りっていうの日本ってことは森林とか竹林とかそっち系ですか？さすがでございます。でも思った以上に日本ではない。そうなんです。ザ・ジャパンっていうよりももうちょっと軽やかで柑橘な感じもちょっとします。レイさんがおっしゃる通り、京都の竹林に訪れた時の感情からのインスピレーションなんですけれども、フランス人のソニア自身が感じる日本っていう、若干違うんだ。そうです。日本的な柚子であったりとか抹茶の香りもあるんですけど、ちょっとジューシーさも感じるような。なんかね、フランスの女の人の視点が入るとこうも日本って軽やかに映るんだっていうのが意外。日本をちょっと格上げしておしゃれにして見せてくれた感じ、下駄履かしてもらってありがとうみたいな感じのいい匂い。でこちらのもうちょっと濃ゆい緑色。濃ゆい緑。じゃあ土地を当ててくださいです。緑でしょ、いやでも中東サフランみたいな匂いがちょっとして、でもね、中東にしては爽やかなんですよ。中央アジアまで行かない、ヨーロッパの方にちょっと行く、トルコまで行かない、もうちょっとこっちに行く。ただ地図に寄せてるこっちヨーロッパ行く。ほぼ教えてくれてる先生みたいな。ちょっとみたいな。こちらがでも最初のインスピレーションが一番近かったんです。イタリアのコモコというところにある、それこそ湖畔のイメージなので、本当にその水辺のイメージっていうのが正解でした。しかもこちらが恋人といったコモコのバカンスっていうテーマなので、ちょっとロマンティックな。だからちょっと甘いんだ。そうなんです。なるほどね。バニラの香りであったりとか、その恋人とディナーをした時に出てきたデザートの上にマシュマロが乗ってたらしいんです。そのマシュマロの甘さとか、なんかコモコで濃密な時間を過ごしたんだなってことだけはこの香りではっきり分かりました。結構濃密。そう、これ全部国なんですよね。そうなんです。アフリカが多い。アフリカの大地、アフリカの本当砂漠であったりとか、アフリカのバオバブの木であったりとか。じゃあこの紫とかだったの？紫が実はこれも日本なんです。京都のお寺の。こっちの方がよりちょっと女性的になるかな。こっちはユニセックス、女性的な、柔らかい印象になりますかね。実は男性が調香師がこちらですね。またお初ですよ。オープリモディアルという。オープリモディアル。
はい、私結構香水知ってる方だと思うけど、本当に全部初めて。黒が少し重ためのスパイスであったりとか、ウードなのちょっと重ための、と白が全部フローラルぐらい。透明が最初に発表されて、クラシックコレクションっていうちょっとクラシックな香りにインスピレーションを受けた。こちらじゃあ大元にあってだんだん派生していく。このちっちゃいのはちっちゃいのがより派生して、エクストラと非常に濃度の濃いタイプですね。じゃあちょっと王道のローズの香り。すごい透明感のあるローズ、ローズの中でも赤いローズと青っぽい薄ピンクっぽいローズあるじゃないですか、薄ピンク青っぽい方のローズの匂いで、ローズでいうとでかい花とこれちっちゃいこれになるじゃないですか、こっち側の匂い。おっしゃる通り、ローズのお花の部分もそうですし、茎の部分、葉っぱの部分も全ての要素を捉えている香り、ちょっと青っぽい感じ。女性のローズって感じじゃない、ユニセックスローズな方かな。ローズの最初はすごくフレッシュなトーンなんですけど、だんだんちょっとミルキーな、チャイみたいなちょっとスパイスとミルキーな感じが合わさっていくので、ちょっとだんだん可愛げが出てくるような。確かに、誰につけてほしいだろう。勝手な私の想像ですよ。綾瀬はるかさん。どうイメージ合いますでしょ。うまいこと言った。そんなに主張が強い女優さんじゃないじゃないですか、私がっていうよりも。でも目立つっていう。目立ってしまう。そう、目立ってしまう。あれでしょ、さっきユニクロの看板見てきたからじゃないですか。地下でそれがずっと来てましたね。私も見ました。だからお互いみんなピンとか。じゃあ次いきますか。じゃあこちらのエクストレのジューシーで、喫茶店とかで行ったらメロンソーダとか頼むじゃん。そしたら赤いチェリー乗ってません？あの匂いのイメージがすごいですよ。生のフレッシュじゃなくて、もうちょっと加工したジューシーみたいなギュッてした感じ。最初そうなんです。フルーティーな香りが、ライチであったりとかフルーツの香りが使われていて、徐々に甘さのトーンがまた違った甘さへ変化していくよ。確かに喫茶店から消えた。喫茶店でも実際そのレッドアンバーって言って数百万年かけて固まった木の樹脂、本当にこういう色味の透明感ある力のインスピレーションなので、そうやって何年もの積み重ねを表現した香りなので、今若い時からだんだん多分遡っていくような。続きましてが、アトリエマテリ。その名の通りマテリアル、素材に非常にこだわったブランドで、メインとなる素材がそれぞれ名前に入ってるんですけれども、カカオとかマデラとか、その素材の新たな魅力を引き立てるっていうテーマで作られているブランドです。この大きさとこの大きさ違いますけど、またこっちも凝縮ですよ。凝縮のエクストレの濃度の濃いシリーズですね。こちらが通常のオードパルファ。なるほど。これの陶器も綺麗ですね。これが上の蓋がコンクリートの素材を職人が全部手仕上げて磨き上げている。それぞれ表情の出方が違うっていうのもブランドの特徴です。サンダルウッドの香りが。なんか私好きそうな。私の好きな方のみんなが想像するサンダルウッドなんだけど、あれ知らなくなってきた。なんかサンダルウッドのちょっと柔らかな部分をより表現していて、カルダモン、スパイスであったりとかジャスミンなどを組み合わせてすごい滑らかに仕立ててるよ。なんかサンダルウッドってもうちょっとウッディっていうもわーってしたところに、清涼感があるというか、香水がちょっとつけにくい人、苦手な人、香り苦手な人がいける匂いだと思う。でも薄くない。つけてるとなんかセンス良さそうっていうような香り。センス良さそう。こなれ感です。なんか絶対これつけてる人はここ腕まくりしてます。なんとなくこなれ感でいい具合のここくしゃくしゃって、あと襟ちょっと抜いてます。そうですね。これはすぐ想像できました。私の20年来の仲間であるお友達の関君、フランスに住んでるお友達がいて、こなれた男性の匂い。でも女性も全然いいと思うんですけど、洗いざらしのシャツを着てそうです。さらっと着こなしてる感じで。じゃあカカオ。カカオだからチョコレートっぽいのかな。はい。分かったのか。
カカオ 87% 苦いカカオあるじゃないですか、と森永ココアの甘いカカオあるじゃないですか、一瞬森永系なんですよ、森永カカオココアの甘って思ってたんだけど、嗅いでるうちにこれ大人っぽいのが分からなくなってきたっていう戸惑いの匂いです最初の香りが一番カカオ感が前面にゴーッときて出てくるんですけども、甘って思ったんだけど、その余韻がまた違った余韻が奥に潜んでるので、それがちょっと大人な、大人、大人がつけるカカオです。皆さんのカカオ感が変わると思う、もう顔を想像してしまっているんですけども、とてもプライベートな話なんですけど私の前からの匂いに知らんしってとても個人的ですいませんっていう甘い思い出だったんです、甘い思い出だった、はい、あと大人だったからこういう私のとても個人的な人物をこれになりますでもこれが肌にのせる体温と合わさるのでよりも幸福感高まる香りになります。また変わるんだ。はい、続きましたこちらのちょっとポップな、これはちょっと私は見たことがあります。韓国そうですね、はい、今最もアジアでも勢いのある Born to Stand Out、本当にヨーロッパでも評価が高くて情熱と勢いのあるブランドなんですけれども、こんなに量あったっけって今一瞬思いました。そうなんです。赤と透明がまさしく今年発表されたシリーズで、それこそ濃度の濃いシリーズと逆に肌なじみのいいちょっと軽やかなシリーズ、ブランド名自体ボーントゥースタンドアウトって直訳すると目立ちたがり屋さんとか、もう目立っちゃってごめんなさいみたいなと意味合いがあるんですけれども、欲望をまとうみたいなところをテーマにしているブランドです。でちょっと都会的な感じ、この DGF、どういう意味なの？これもDon't give a fuck、 何を言われても気にしねっていう、なるほど、強い、ちょっと英語圏のスラング。名前よりも優しい、インスピレーション、その今の韓国のイテウォンであったりとか街並みのイメージで、いろんな人種方がいる街なので、ちょっとこういろんな香りの要素を詰め込んで、でもやっぱり都会なのでちょっと軽やかに仕立ててるような、優しいんだけどもいろんな匂いが混ざってる感じ、嗅いだことのない匂いだな、なんだろうっていうカテゴライズが一番しにくい匂いかなっていう。ケッピーにつけといてくれたらこの人すげえなって思う。こいつなんかちょっと最近おしゃれになったなと思ったら香水まで来たかって思う匂いだけど、おしゃれして香水つけるの恥ずかしいって言うじゃん。はいはい、ちょっと恥ずかしくない。本当ですか。さりげなくいけそう。ハーバルな香りも入ってくるので、そうだそうだ、香水っぽくないのかもね。まあベタですけど、よく着てそう。ブランドで言うと、あなた今日ヨークですけど、ちょっとこなれた人が着てそう。じゃあちょっとこちらのシュガーアディクト、砂糖中毒症。さすがでございます。疲れてた時にそうなるやつですね。ちょっと最初あれシュガーないじゃんと思ったらありますありますみたいなキャラメルになる手前、きつね色くらいの砂糖の匂いがする。どんな香りも砂糖で味付けするよっていうような。なるほど、最後入れてばえばなんとかまとまるだろうかそんな重ね付き用にも考えられている実なので、ちょっと軽やかなんですね。確かに例えば香水をいただき物でもらったとしてちょっと合わない時ってあるじゃないですか、これを入れてあげるとちょっと合うかもしれないっていうのがあるかも。例えばレザー系で強すぎたとか、ちょっと私には男性すぎるかなっていうのにこれ入れると塩梅にまとめてくれそう。じゃあ次はこちらのこれですか？そうなんです。なんかパッケージがすごいんですけど、アート作品のようなね、オブジェだねこれね。4万年前に絶滅したと言われてネアンデルタール人が現代も生きてたらどんな香りをまとうんだろうっていう。ネアンデルタール人ってあれ歴史で一番最初に習うやつですよね。ダーク、一番濃いダーク。そうね。ネアンデルタール人本当にそんなことあります？いや、なんか言われたからかもしれないけど、今まで書いた中で一番ストロングな感じ。現代人の私たちの中にも大体 1-2% ぐらいネアンデルタール人の DNA が刻み込まれてるって、最近学会でも発表されてる、ここ数年で発表されてるんですけど、本当にその本能に突き刺すようなストロング感が、強い。レザーじゃない、なんだろう、
タバコじゃない。なんかそっち系のそうですネアンデルタール人と思考って多分直球勝負だったと思うんですよ。あ、鹿がいるなとか、お腹が減ったなみたいな。はい。それくらいのストーンっていう感じの。もう一つがライト。あー、でももう一つのネアンデルタール人。言ってることわかるっていう。ネアンデルタール人のあの時代にお花とか摘んでそうな感じ、あ、綺麗っていう美意識をなんだろう持ち始めた、ちょっと可愛らしい方のネアンデルタール人、植物っぽいっていうんですかね、晴れた日の自然の匂いっていうんですかね、でもどっちもやっぱり太古の自然っていうんですかね、な感じがする。これってここだけなんでしたっけ？そうなんです。国内でも日本初上陸でフェイトンだけの。やっぱさ、でも改めて思ったけどストーリーって大事。金沢にもあった試行室があると聞いたんですけれども。そうなんです。香りと向き合うためだけの部屋をご用意しております。お願いします。これはフェイトンさんだけですか？それとも他の香水屋さんでもそうなんです。阪急のフロアの他の香水と一緒にこちらで向き合っていただくような場所、試行室でございます。ほう。薄暗い空間に石かな？なんかサウナルームみたいな、になってますね。左官職人と、あとこちらは炭も練り込んだベッドになっております。なるほどね。この奥でまたさらにちょっと茶室っぽいこうかまちになっておる。音もすごい遮断されますね。そうなんです。あと照明も少し落として、ここに来てもう一回ネアンデルタール人2種類描くとだんだん懐かしくなってくるんですよ。夏休みに親として花火の匂いになってきました。こっちも何かこちらのれんがのれんの奥も少し小部屋になっておりまして、本当だ、個室にちょっと個室みたいな感じ、でこちらにかけながら、じっくり香りであったりとかシーズナルのおすすめの、これは今月のおすすめ、しております。3つ、これ毎月変わるんですか？そうですね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。楽しかった。今日もなんか香りのトリップ楽しかった。気になった香りはいっぱいあったんですけど、一番最後に試行室行ったじゃないですか。その時にもう一回嗅いだこの匂い、黒の方の、なんか理由は自分の子供の時の記憶がガッて入ってきたから、でそういう体験がなかったのと、子供の時の匂いを思い出させてくれる香水はない。これは私のパーソナルな体験だけど、という意味でこれすごいびっくりしました。そして12月なんかあると聞いたんですけど、そうなんです。12月はホリデーシーズンということで、いろんなブランドの限定のアイテムも登場いたしますので、香水沼の人たちが欲しいやつだ。はい、いろいろ見させてもらったんですけども、皆さん何が気になったでしょうか？ぜひぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。